はい、今日はキャベツガレット紹介していきます。じゃがいもガレットのキャベツ版です。見た目のインパクトがね、もう最高にうまそうなんですね。ガレットといえば僕のチャンネルでもさつまいもガレット、それから春菊ガレット、じゃがいもガレットはスティック版、この3つを紹介しています。概要欄の方にね、リンク貼ってありますんで、気になった方、そちらの方も合わせて参考になさってください。今日はキャベツ使いますんで、ガレットなのに罪悪感なくね、お腹いっぱいになります。で、キャベツ、今日はね、4分の1、400g これ使っていきますが、千切りになってるキャベツ、あれを買ってきて使ってもね、全然 OK です。その辺はお好みでやってみてください。チーズはミックスチーズ 100g 使っていきます。それからつなぎでね、卵2個。これがポイントです。卵。ちょっとぐちゃぐちゃにした目玉焼きが入ってるような、そんなイメージでね、今日は卵を使っていきます。ベーコンはハーフサイズ5枚。1枚の大きなこの長いやつ、あれ2枚分とかでもね、いいと思います。それから肉類は、ベーコンじゃなくてもソーセージ、ウインナーとかでもね、何でもいいかなと思います。生肉、豚肉とか牛肉はあんまり合わないかなと思います。加工肉の方がね、いいかなと思います。今日はベーコン大判2枚分でやっていきます。味付けは粉末のコンソメ、これをベースにやります。それから粒胡椒ですね。胡椒が僕は大好きなんで、胡椒いっぱい入れます。この辺はお好みでやってください。はい、じゃあ簡単に作っていきます。はい、まずキャベツの千切りの仕方を動画で配信しなくても大丈夫かな。はい、僕はここ真ん中でね、もう取っちゃいます。それで、ここで切ってこの3つの部位に分けていつもね千切りしております。まあちっちゃくねした方がやりやすいかなと思います。この外側のところはバリッとも潰して平らにします。そして、ここからねこんな感じで、やっております。ご自分のやりやすいやり方で千切りやってください。いろいろねやり方あると思うんでね。それからね、芯のところがねもう甘くてうまいんで、芯のところもねしっかりと使ってやってください。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ切り終えたらボウルの方に入れていきます。そしてこっちの真ん中、のところもね、こんな感じでざっくりと細く千切り。あとね、今千切り用のピーラーとか売ってるんで、あんなんでなんか楽しみながらね、やってもいいかなと思います。はい、じゃあ思い思いに千切り切ってみてください。はい、キャベツの方切り終わったらね、水洗いをして水気よく切ってやってください。はい、ではお肉、ベーコンね切っていきます。まあ何のことはない、このぐらいの、どれぐらい5ミリ幅ぐらいでね、ザクザク切ってください。まあウインナーとかブロックとかね使う方、まあ5ミリの角をねイメージして、大きさ決めて切ってみてください。軽くねこれくっついちゃうんでね、ほぐしておきますね。よいしょ。焼きながらほぐそうとしてもなかなかねこれずっとくっついてて離れなかったりするんで、もうまな板の上でねしっかりとほぐしておきましょう。はい、 OK。 そしたらベーコン先に炒めます。こいつ、はい、ガレットを焼くフライパンでベーコン炒めてください。今日はこれね28センチのフライパン使わせてもらいます。油を多め、大さじ2杯分ぐらい入れてやってください。火加減は弱火です。ベーコン炒めるとき、ベーコンの中に水分がね、含まれているのでパチパチと跳ねます。危ないので弱火でね、やってください。それからベーコンの旨味、これをね油に溶かしたいんですね。なので油をねこう育てるようなイメージ、弱火でじっくりやってもらえるといいかなと思います。カリカリベーコンの手前ぐらいまで、ベーコンの方ね炒めてもらえるといいかなと思います。少し焦がしたぐらいがいいのかな。ちょっと縁
外周のね縁が焦げが出始まるぐらいが、カリカリベーコンの手前ぐらいかなと思いますんで、そこまでね、じっくり炒めてやってください。はい、ベーコンの具合このぐらいがいいかなと思います。カリカリの手前ぐらいになったら、キャベツボウルに入れた状態のところにこのベーコンと油が大事なんですね。油ちょっとキャベツで油を取ってやってください。この油が旨味の素、めちゃめちゃうまい。はい、そして、味付けはよいしょ、コンソメですね。粉のコンソメ、こいつよいしょ、小さじ1杯よいしょ入れてやってください。はい、お好みで粒胡椒です。胡椒の具合はお好みでやってください。僕と一緒にすると辛くなっちゃいます。よいしょ、まだ入れるのか、まだ入れるんですね。いっぱい入れた方が僕は大好きなので。はい、そしたら、キャベツにこの味、油、ベーコン、コンソメ、それから胡椒、これをね混ぜ込んでいきます。よいしょよいしょ。キャベツがなんか油をねまとってなんかテカり始めたらそんなんでね、OK かなと思います。はい、そしたらここに最後卵です。卵のイメージ、冒頭でね材料紹介の時に説明しましたが、目玉焼きちょっと崩したやつが入ってるようなね、そんなイメージで、やってもらえるといいかなと思います。なのでもうざっくり混ぜです。完全に混ぜないで、もうなんかこうざっくりと、全然混ざってないよって感じで全然 OK です。よいしょ、こんな感じで、OK です。はい、じゃあ種の方準備終わりましたんで、ガレットねチーズ焼いていきたいと思います。はい、ではベーコン焼いたねフライパン、同じフライパンでいいと思います。ちょっとなんか焦げ付き気になる人は一回洗ってもらって、使ってください。ここにミックスチーズ、油引かずに直にまんべんなくねこう並べていきます。まあ目安は 100g なんですが、これはねもうフライパンの大きさによって増減させてもらって、いいかなと思います。よいしょ。はい、チーズのこの棒の形、これがね完全に全部なくなるまで、加熱してやってください。はい、全体が溶けたらね種入れていきます。種もまんべんなくねこう上にのせる感じでやってください。よいしょ。平らにねなるべくしましょうか。よいしょ。よし OK。 そしたらね蓋してください。このまま10分、加熱時間ねちょっとかかりますが10分ね蓋した状態で加熱してやってください。はい、蓋をして10分経ちました。チーズの焦げた匂い若干してると思います。それで正解です。チーズがね焦げてくれないとこれフライパンから剥がれないので、焦げた香りもしねしてなかったらもう少しだけ 1,2 分ね加熱して香りが上がってくるまで待っていただければと思います。この後こいつをオムレツみたいにね畳みます。はい、ということで、フライ返しを使ってください。よいしょ。いけるかな。周りを剥がして、このまま餃子みたいにお皿こう乗っけてねポンとひっくり返してもいいかなと思います。もうその辺はね自由にやってください。よいしょ。ということでどっちからいく？こっちからいく？はい、じゃあ返していきますね。よいしょ。おお、どうこれすごい。どうっていうのは誰に言ってんだろう。よいしょ。うまそう、めっちゃうまそう。はい、畳んだらこれねちょっと火強めてやってください。12 分このまま加熱してやって中をねちょっとくっつけてやるといいかなと思います。
よし、OK。そしたら、どう取り出すのかというと、もっと火を止めて、引きでやろうかな。フライパンじゃない、これ、まな板。まな板に、今焼いてる麺が、下にある麺が、上に来るように、今、上にある麺を下にして、まな板にね、乗せます、これ。よいしょ。うまく映るかな。よいしょよいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。よし。こんな感じで OK。これはね、さすがに切れ込み入れないと食べづらいので、あらかじめね、こんな感じで、切り込み、この後入れていこうと思います。よし。じゃあ、普段はいっぱい切れ込み入れるんですけども、今日は見た目がすごくいいように、ただ半分にだけ切る。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じ、めっちゃうまそう。はい。今日のね、キャベツガレット。これ断面見て、めっちゃうまそう。はい。これにて完成になります。はい。では、もう焼きたて湯気上がってる状態、早速いただいていきましょう。この断面を見ると、卵のね、これは白身ですね。こっちは黄身かな。混ざってない感じの、これがいい具合なんだな。結構大きいので、このね味の変化がこの中であると食べ飽きずにね食べて進めることができるかなと思います。つなぎの役目を果たしつつも味変の役割ともねしてくれます。完全に混ぜちゃうとねどこ切っても同じ味になっちゃうんで、それよりもね、混ぜない、ざっくり混ぜ、これがね、卵のポイントになっております。どこからいく？ナイフとフォークでね今日はいただいていきます。よいしょ。この白身のとこ行こうか。よいしょ。普段はちっちゃく切って箸で食っておりますが、今日はよいしょ、フォークでなんかおしゃれにねやらせてもらいます。はい、いい感じ。めっちゃうまそう。はい、こんな感じでね。はい、ではキャベツガレットいただいていきます。いただきます。うん、うまっ。うまっ、これ。わあ、なんかねお好み焼きにも似た雰囲気はありますので、ソースとかねマヨネーズとかかけても美味しいかなと思います。ただ、チーズ使ってるんで塩味はねしっかりと効いてる。コンソメにも、少しね塩入ってますんで塩味はねしっかり効いてるかなと思います。塩味をこう醤油とかね足すんではなく、なんか胡椒とかね、多く使ってもらえるとこうアクセントになって塩味の代わりにね、食べ進められるかなと思います。いい感じ。めっちゃうまい。どうしよう。でこれ食べたらもうねお腹いっぱいですよ。お腹いっぱいだけどこれでキャベツの、4分の1、玉ね、分がこれで食べれちゃうんで、なんかすごくねヘルシーなようで、チーズ使ってるからヘルシーじゃないんだけど、これお腹いっぱいになって、消化も早いかな。すぐ食べちゃうからうまっ。熱い、うまい。卵をもう1個足してもいいのかな。でも2個は限界かな。はい、ということで、一回作ってみてね、思い思いに味付けとか、アレンジしてもらえればすごくね、長く楽しめる料理になるかなと思いますので、ぜひともやってみてください。千切りキャベツ既製品のやつ使ってもらってもいいかなと思います。この畳むのが苦手な方は餃子みたいにね畳まないで、お皿の上に、フライパンひっくり返してやってもらえれば簡単にね、いけるかと思いますんで、思い思いの形があっていいと思いますのでやってみてください。今日はキャベツガレットを紹介させていただきました。僕の動画の他のガレット、さつまいもガレット、春菊ガレット、それからスティックのじゃがいものガレット、こちらの方もね合わせてご視聴いただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いいたします。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。